Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Học tiếng Nhật dễ nhân bánh. Đây là series podcast luyện nghe tiếng Nhật. Bạn có thể mở khi đi ngủ, khi làm việc hoặc bất cứ lúc nào bạn thích. Hy vọng những tập podcast này sẽ giúp các bạn nâng cao khả năng học ngoại ngữ và chúc các bạn có khoảng thời gian học tiếng Nhật thật hiệu quả. Tập podcast đầu tiên của series là chia sẻ của một bạn du học sinh về ngày nghỉ lễ tại Tokyo với những trải nghiệm không thể nào quên. Hãy cùng lắng nghe xem những trải nghiệm của bạn ấy như thế nào nhé. 今日は祝日です。授業も宿題もないので、有意義な一日を過ごすことにしました。前もって東京観光を計画していました。留学生として、この街の文化や生活をもっと知りたいと思っています。親友のリサに電話をかけ、一緒に遊びに行こうと誘いました。リサも楽しみにしていて、午前9時に新宿駅で待ち合わせることになりました。寮でパンとコーヒーの朝食をとった後、荷物を準備して家を出ました。今日の天気はとても良く、青空が広がり、穏やかな日差しと心地よい風が吹いています。バス停へと続く馴染みのある道を歩きながら、朝の静かな街の雰囲気を楽しみました。道行く人は少なく、ほとんどが私と同じように休日を満喫している人たちです。新宿駅に到着すると、リサが笑顔で手を振って迎えてくれました。私たちは電車に乗り込み、東京を探検する旅が始まりました。最初の目的地は上野にある東京国立博物館です。私は昔から芸術と歴史が好きなので、この見学をとても楽しみにしていました。博物館には、古典絵画から現代アートまで、様々な特別展示がありました。特に、日本の伝統工芸品である刀剣、侍の鎧、浮世絵のコレクションに感動しました。私たちは各エリアをじっくりと見て回り、印象的な作品の写真を撮りました。リサは、秋の風景を描いた一枚の絵が特に気に入ったようで、その美しい紅葉の色彩に感嘆していました。博物館を2時間ほど見学した後、お腹が空いてきたので、近くのレストランで昼食をとることにしました。私たちは浅草へ向かい、伝統的な商店街である仲見世通りを歩きました。小さな日本食レストランで、サクサクの天ぷらと温かいそばを注文しました。料理が運ばれるのを待つ間、留学生活について話しました。リサは最近クラスで行ったプレゼンテーションについて話し、私は日本語の勉強の難しさについて語りました。また、お互いの故郷の話や、懐かしい母国の料理についても盛り上がり、将来の夢についても語り合いました。食事はとても美味しく、楽しい会話がさらに食事の時間を特別なものにしました。昼食の後、私たちは東京で最も有名な公園の一つである新宿御苑へ向かいました。広大な敷地には、緑豊かな木々と美しい池が広がっています。私たちは園内を散策し、新鮮な空気を満喫しました。家族連れや子供たちが遊んでいる様子を眺めながら、リラックスした気持ちになりました。ピクニックを楽しむ人々も多く、私たちもスイーツとタピオカミルクティーを買い、木陰のベンチに座って休憩しました。自然に囲まれながらくつろぐ時間は、本当に贅沢に感じました。午後になり、私たちは渋谷のショッピングエリアへ移動しました。リサは新しいコートを探していて、私は自由時間に読むための本を探していました。渋谷109のショッピングモールはとても賑やかで、多くの人々が買い物を楽しんでいました。私たちは様々なショップを巡り、洋服を試着したり、
新作アイテムをチェックしたりしました。私は渋谷のスクランブル交差点近くにある蔦屋書店で、面白そうな推理小説を見つけました。一方、リサも気に入ったコートを見つけ、すぐに購入することにしました。買い物を終えた後、私たちは次の目的地を考えました。楽しい一日の締めくくりとして、新宿のトホシネマズで映画を見ることにしました。この映画館には巨大なゴジラの頭が飾られており、観光スポットとしても人気があります。今日上映されるのは最新の SF 映画で、私はずっと楽しみにしていました。チケットを購入し、ポップコーンとドリンクを持ってシアターへ入りました。映画はとても面白く、迫力ある映像とストーリー展開に引き込まれました。私たちはスクリーンに釘付け家になり、クライマックスのシーンでは思わず息を飲みました。上映が終わった後、私たちは映画の感想を語り合いながら映画館を出ました。リサは主人公のキャラクターが特に気に入ったようで、私は映像技術や音楽の素晴らしさに感動しました。すっかり夜になり、私たちは帰宅することにしました。リサは寮へ帰るために電車に乗り、私は一人で帰路に着きました。途中、秋葉原のコンビニに立ち寄り、お菓子と缶コーヒーを買いました。家に着くと、心地よい疲れを感じながらも、充実した一日を思い返していました。シャワーを浴びてリラックスした後、ベッドに横になり、本を数ページ読みました。今日は本当に思い出に残る一日でした。次の休日には、また新しい場所を探検したいと思います。電気を消し、静かな部屋で目を閉じました。こうして、私の充実した休日が終わりました。Đừng quên like, share, subscribe và bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ các tập podcast mới và giúp cho kênh Học Tiếng Nhật Dễ Nhân Bánh phát triển hơn nhé. Cảm ơn các bạn.